はいどうも、ムーンベースカズです。今回はバイクツーリングの動画撮影やモトブログに最適なアクションカメラの紹介です。紹介するのはこちら、インスタ360 Ace Pro 2です。とにかく撮れる画像がむちゃくちゃ綺麗。特に夜間の映像はアクションカメラの中でもトップの美しさを誇ります。さらにマイクも優秀で風切り音を抑えたクリアなサウンドも撮れるんです。すでに発売されて時間が経っているんで多くの解説動画が出ていますが、今回の自分の動画ではバイクで使う時に重視すべきポイントをメインにインスタ360 Ace Pro 2の性能を DJI Osmo Action 5 Pro と比較しながら、ディテールや機能、昼間の映像、夜間の映像、そしてマイク性能や外付けマイクのおすすめなど詳細に比較検証していきます。それでは行ってみましょう。モトブログを始めたいって時やツーリングの思い出を動画で残したいって時、必要になるのはアクションカメラですね。アクションカメラといえば昔は GoPro 一強でしたが、今の主流はインスタ360と DJI この2強になっています。これから新しくアクションカメラを買うならインスタ360の Ace Pro 2と DJI の Osmo Action 5 Pro この2つで悩むんじゃないでしょうか。バイクでの利用がメインの場合、アクションカメラを選ぶ時のポイントは大きく3点あります。まず1つ目は何といってもバイクで走っている時の映像。これが自分の撮りたいシーンや好みに合っているかです。そしてサウンド、マフラーなどの走行音をしっかり録音したいか、喋る声も録音したいか、これらによって自分に合ったカメラが変わってきます。そこで今回はこの3点をメインにインスタ360 Ace Pro 2と DJI Osmo Action 5 Pro の性能を比較検証していきます。比較検証の前に、まずは Ace Pro 2と Osmo Action 5 Pro の概要を見てみましょう。詳細についてはもうすでに多くの方がレビューしているんで割愛します。ここでは主要なスペックを見ていきます。まずはサイズです。パッと見から大きさは結構違いますね。アクション5 Pro よりも Ace Pro 2の方がボリューム感があって大きいです。それぞれのサイズはこちらの通り。Ace Pro 2の方が横幅は 14mm、縦は 8mm 大きいですね。奥行きはこちらの通り。Ace Pro 2が背面のモニターの分 5mm ほど厚みがあります。重さです。Ace Pro 2の方が 30g ほど重いです。とはいえヘルメットにつけた感じではそれほど重さの違いは感じませんでした。背面モニターは Ace Pro 2、Action 5 Pro ともに 2.5 インチです。ちょうどいい大きさですね。どちらも精細で見やすいし反応速度もいいです。フロントモニターは大きく異なりますね。アクション5 Pro は 1.46 インチの正方形のモニターがついています。このモニターは背面モニターと同じように映像を表示できるんです。自撮りをするときはこのモニターで映像を確認できます。でもかなり小さいですね。表情までは分かりづらいです。あとフロントモニターでも機能の設定ができます。Ace Pro 2は録画画面の情報が表示されます。映像は表示されないんです。しかしですね、Ace Pro 2の特徴がこちら。背面のモニターをこんな風に好きな角度に向けられて前にも向けられるんです。なので自撮りなどはこの大画面を見て撮影できます。これは便利ですね。マイクを見てみましょう。アクション5 Pro は前に2つ、底面に1つの3つのマイクがあります。Ace Pro 2は上に1つ、横に1つ、そして前に1つの3つのマイクがあります。そしてこのマイクがすごいんですよね。業界初となるウィンドガード付きのマイクなんです。このウィンドガードと中に入った風防スポンジで風切り音を大幅に防いでくれるんです。バイクで使うにはありがたい機能ですね。レンズです。Ace Pro 2は世界トップレベルのレンズメーカー、ライカと共同で開発したレンズを使っています。このレンズがすごくって、絞りは F2.6、光を多く取り込めるレンズになっています。アクション5 Pro の絞りは F2.8 なんで Ace Pro 2の方が明るくて綺麗に撮れるわけです。さらに描写力も高くって細部までしっかり映せます。動画の解像度は Ace Pro 2が 8K まで対応。アクション5 Pro は 4K です。Ace Pro 2の方が4倍の情報量で撮影できますね。スイッチは両方とも同じ配置です。上にシャッターボタン、横に電源ボタンがあります。ボタンはちょっと硬めで強めに押し込む必要があります。素手で押す分には問題ないんですけど、バイクのグローブをつけていると押しづらいんですよね。なので自分はこういったクッションゴムをつけています。このゴムをつけているとグローブ越しでもちゃんと押せますし、ボタンの位置もわかりやすいです。
ちなみに Ace Pro 2は録画の開始と終了の時にブルブルって振動するんですよ。この振動がヘルメット越しに伝わってくるんで、録画の開始と終了が分かりやすいのもいいですね。マウントはどちらも磁石と爪で固定するマグネットマウントです。マウントの形は違いますが、構造は同じですね。どちらも付け外しが簡単で便利です。磁石でくっつけて押し込んではめる。爪を押して引っ張って外す。簡単です。ただ外すときは Ace Pro 2の方が開閉のボタンが押しやすくて滑り止めがあるので外しやすいですね。アクション5 Pro はつまむところが小さくて磁石も強力なんで Ace Pro 2と比べると外すのにコツがいります。ではアクションカメラ選びの3つのポイントごとに Insta360 Ace Pro 2と DJI Osmo Action 5 Pro の違いをチェックしましょう。実際にバイクで走った時の映像をチェックしていきます。まずは広角映像でのチェックです。バイク撮影で一番迫力ある画角はワイド、つまり広角ですね。前方だけじゃなくて周囲も映せるんです。なので横の風景もわかるし、何よりもスピード感があってバイクならではの迫力ある映像が撮れます。ではそれぞれのカメラで画面の広さ、歪み、色や細部の表現力を比べてみます。まずは Ace Pro 2の映像です。画角はバイク撮影やアクションスポーツの撮影に最適なアクション広角です。解像度は 4K、FPS は60フレーム、ブレ補正は標準です。画角が広いと周りの風景も見渡せてツーリングの楽しさが伝わりますね。横の風景の流れも速く、スピード感も伝わります。ブレ補正は標準ですが、ブレはほとんどなく安定した映像が撮れています。次に Osmo Action 5 Pro です。画角は同じくバイク撮影やアクションスポーツの撮影に最適な超広角です。解像度は 4K、FPS は60フレーム、ブレ補正は標準的なロックステディです。Osmo Action 5 Pro も画角が広いですね。開放感があります。バイクの疾走感もしっかりと出ています。ブレもほとんどないですね。安定した映像が撮れています。では並べてチェックしてみましょう。見える範囲の視野角 FOV は Ace Pro 2が157度、Osmo Action 5 Pro が155度、Ace Pro 2が2度広いです。とはいえ明確な違いがあるほどではないですね。どちらもバイク用の動画としては十分な広さで映っています。広角にすると出てしまう被写体の歪みもチェックしましょう。前方は違和感ないですが、横はさすがに歪んでしまいますね。でもいびつなほど曲がることはないです。歪みは Ace Pro 2の方が少ない感じがしますね。色や細部の表現力を見てみましょう。色合いはそれぞれ個性が出ていますね。Ace Pro 2は色鮮やかでコントラストがよく出ています。看板の色や木々の色が濃く鮮やかに表現されています。空と雲の表現も違いが出ていますね。Ace Pro 2の方が鮮やかで立体感があります。全体的に明るくてくっきりとした印象ですね。Osmo Action 5 Pro はソフトな風合いで色もそれほど濃くは出ていないです。Ace Pro 2と比べるとくすんだ感じもしますが、自然な色合いとも言えますね。色合いについてはどちらがいいというより好みになりそうです。描写力はどちらも高いですね。細部までしっかりと表現されています。どちらも非常に精細でクリアです。次に水平を維持した動画のチェックです。まずは Ace Pro 2の映像です。画角は45度水平維持です。カメラが45度まで傾いても映像は水平を維持してくれる画角です。解像度は 4K、FPS は30フレーム、ブレ補正は標準です。次に Osmo Action 5 Pro です。画角は標準の歪み補正ありです。ブレ補正はホライゾンバランシング。カメラが45度まで傾いても映像は水平を維持してくれるモードです。解像度は 4K、FPS は60フレームまで対応していますが、Ace Pro 2に合わせて30フレームで撮影です。いかがでしょう。こんな感じで顔を傾けても画面は水平を維持しています。広角で迫力のある映像もいいですが、バイクで走っている時、前方の景色とかを傾きのない動画で残したいってシチュエーションもあるんですよね。でも広角だと水平維持の補正が弱いんで傾いた映像になりがちなんです。せっかくいい走りをとっても画面が傾いているとがっかりですよね。そこで水平維持です。画面が傾かないんで安定した見やすい映像になりますね。ただ画角は狭くなってしまいます。あと画像もちょっと荒くなりますね。細部の描写力を比べると Osmo Action 5 Pro の方が綺麗な感じがしますね。次に夜間での映像です。これまでのアクションカメラって夕方以降なんて映像が真っ暗になって見れたもんじゃなかったんですが、最新のカメラは夜も綺麗に撮れるようになってきましたね。
特にインスタ360の AS Pro 2は夜の映像が凄まじく美しいんです。どうですこの夜景。きらびやかで綺麗に撮れてますよね。では夜間映像を比べてみましょう。まずは AS Pro 2の映像です。モードは夜間撮影用のピュアビデオです。夜間映像が綺麗に撮れるように最適化されたモードです。画角はアクション広角です。解像度は 4K、FPS は30フレーム、ブレ補正は標準です。次に OSM Action 5 Pro です。モードは夜間撮影用のスーパーナイトです。画角は超広角より狭い広角です。アクション5 Pro の場合、夜間モードだと画角が狭くなっちゃうんですね。夜間でも広く撮りたいなら AS Pro 2ですね。解像度は 4K、FPS は30フレーム、ブレ補正はロックステディです。では並べてチェックしてみましょう。街の風景から見ていきましょう。いかがでしょう。どちらも明るく色鮮やかに撮れていますね。ノイズやブレもほとんどないです。両者の違いを見つけるのが難しいぐらいですね。とはいえ AS Pro 2とアクション5 Pro 細かく見ると違いは出ていますね。まずはっきりわかるのは白飛びですね。アクション5 Pro は結構白飛びがして色やディテールがなくなるのに対して AS Pro 2は白飛びが抑えられて色やディテールがしっかり残っているんです。そして暗い場所でのディテール、これも AS Pro 2は優秀ですね。細かいものでもにじまずに精細に描写されています。しっかりとディテールが残っているんですよ。アクション5 Pro は暗い場所のものがにじんでぼやっとした表現になるんですね。木のイルミネーションなんですが両者の表現力の違いが出ていますね。AS Pro 2は光の粒が細かく LED の色の階調もしっかり再現されています。木の幹も黒つぶれしないで質感がちゃんと出ていますね。アクション5 Pro は光の粒が大きくなって色も青というよりも白い光が多くなっています。色合いが単調ですね。木の幹も黒つぶれして真っ黒になっています。枝の先も違いが出ていますね。AS Pro 2は枝一本一本がわかるぐらい精細に映っています。アクション5 Pro はもやっと滲んでしまっています。ただこのイルミネーションの表現は好みが分かれるかもです。精細さやリアル感が好きなら AS Pro 2ですがちょっと雑でもいいんで華やかさが好みならアクション5 Pro もいい味を出していますね。もう一つイルミネーションを見てみましょう。表現力が大きく違いますね。AS Pro 2は光の粒子が細かく精細です。色合いも鮮やかです。枝も細かくしっかりと描写されています。アクション5 Pro は光の粒が大きく色合いも単調です。枝がもやっと滲んでいます。暗い道も走ってみましょう。ここは街灯が少なくて肉眼だとかなり暗かったんですが明るく映っていますね。ここのフェンス AS Pro 2は網目がにじまずにしっかりと映っています。アクション5 Pro はにじんでしまっています。暗い場所だとアクション5 Pro はブレが目立つようになりますね。駐車場の P マークアクション5 Pro は白飛びしていますが AS Pro 2はちゃんと青色も残ってしっかり読めますね。バイクで使うカメラとしては映像と同じぐらい重要なのがサウンドです。マフラー音がしっかりと録音できているとバイクならではの臨場感が高まります。でもこの録音ってほんと難しいんですよね。バイクで走っていると風切り音が盛大に入ってしまって聞けたもんじゃないんです。なので外部マイクをつけて風が当たらないようにしたりマフラー音だけを別のマイクで撮って編集で合わせたりと大変だったわけです。ただこのインスタ360の AS Pro 2のすごいところはそんな苦労をしなくてもカメラ単体で臨場感ある綺麗なサウンドが録音できるところです。その秘密がこのウィンドガードですね。このフロントマイクにつけられたウィンドガードが風切り音を大幅に防いでくれるんです。さらに内部処理のオーディオアルゴリズムが優秀でクリアで臨場感ある自然なサウンドにしてくれるんです。ではサウンドの比較です。まずは AS Pro 2の風切り音低減モードです。次に OSM Action 5 Pro の風ノイズ低減中です。いかがでしょう。まるで違いますね。OSM Action 5 Pro がほぼ風の音がするのに対してAS Pro 2は風切り音が大幅に抑えられてマフラー音などの走行音がしっかり取れていますね。OSM Action 5 Pro には風ノイズ低減をさらに高めたコーもあるんで試してみましょう。いかがでしょう。風切り音も抑えられてはいるんですが走行音も消えてしまって違和感のある音になっていますね。さすがにこれでは音として使えないですね。AS Pro 2です。走行音はしっかり取れていますね。さすがです。
カメラ単体でここまでクリアに録音できるのはすごいですね。走行音だけじゃなくて自分の喋りも録音したい、元ブログをやりたいって時に必要なのはヘルメットの中の声の録音ですね。カメラ本体のマイクだと走っている時に喋ってもほとんど声は録音できないです。そのため外部マイクが必要になります。Ace Pro 2と Action 5 Pro はマイクアダプターを使った有線マイク、Bluetooth を使った無線マイク、それぞれが使えるようになっています。特に Ace Pro 2はインカムのマイクでも録音できるんです。ライダーにとっては嬉しい機能ですよね。Ace Pro 2で声を録音するときのおすすめはマイクアダプターを使った有線マイクでの録音です。Bluetooth のマイクで声を録音する方法もあるんですが、接続が不安定になることがあるので有線の方がおすすめです。ただ有線マイクを使ったときはカメラ本体のマイクが無効になるんで、走行音は有線マイクで声と同時に取るか、無線マイクを追加して取ることになります。2つのマイクで録音した場合はインスタ360のアプリで声と走行音のバランスを調整して書き出す形になります。では Ace Pro 2で録音してみましょう。声はマイクアダプターにつなげた有線マイクをヘルメットの中に面ファスナーで固定しています。マフラー音は DJI Mic 2をここにマグネットで固定しました。落下防止にストラップもつけています。この形で録音したサウンドがこちらです。はいどうも、ミンベースカズです。今ですね、インスタ360 Ace Pro 2にマイクをつなげて喋っています。ヘルメットの中、口元のマイクは有線マイクですね。マイクアダプターをつけて有線でつなげて喋っています。排気音は DJI Mic 2を無線でつなげて撮っています。きちんと撮れていますでしょうか。アクション5 Pro で声を録音するときのおすすめは DJI マイクを使った録音です。DJI はサウンドのエコシステムがよくできていて、2つの DJI マイクを DJI オーディオで接続して録音できるんです。一度接続しておけばカメラの録画ボタンを押すだけでマイクも自動的に録音を開始します。しかも通信が安定しているんで途切れることなくクリアなサウンドで録音できます。特に DJI Mic 2は32ビットフロート録音ができるんで音割れしないのも優れたところです。では Osmo Action 5 Pro で録音してみましょう。声は DJI Mic Mini で録音します。ヘルメットの中につけた磁石にマイクを固定します。マフラー音は DJI Mic 2で録音です。この形で録音したサウンドがこちらです。はいどうも、ムンベースカズです。今 DJI Osmo Action 5 Pro に無線のマイクを2つつけて録音しています。ヘルメットの中、口元は DJI Mic Mini、そして排気音は DJI Mic 2を使って録音しています。いかがでしょうか。いかがでしょう。どちらも声がしっかりと音割れせずに撮れていますね。声のクリアさや安定感、録音したサウンドの使いやすさは Osmo Action 5 Pro と DJI マイクの組み合わせがいいですね。はい、ということでバイクでの利用に特化した観点でインスタ360 Ace Pro 2と DJI Osmo Action 5 Pro この2台を比較検証しました。皆さんはどちらが良かったですか？まず走行時の映像、画角、画面の広さは両者ともに同じぐらいに広く撮れます。映像の美しさも甲をつつけがたいですね。昼間の映像では色味などで違いはありますが、これはどちらがいいというより好みになりそうです。夜間の映像はインスタ360 Ace Pro 2が圧倒的に美しかったですね。暗い夜道でも被写体のディテール、色彩の鮮やかさ、白飛びせず黒つぶれしない表現力など精細できらびやかな映像が撮れました。サウンドはカメラ単体で撮るならインスタ360 Ace Pro 2が圧勝ですね。本体マイクだけで風切り音を大幅に抑えてエンジンやマフラー音を録音できるのはすごいです。バイクを降りた後の手持ちでの撮影でも風の影響を受けずにクリアなサウンドが録音できるのがいいです。イベントでの撮影にももってこいですね。DJI Osmo Action 5 Pro は走っている時のサウンドは風切り音が爆発していて使い物にならないです。元ブログで排気音を取るなら外部マイクが必須ですね。あと今回詳しく紹介できませんでしたが、機能面ではインスタ360 Ace Pro 2には 8K の超高画質での撮影、画像劣化の少ないズーム、自撮りする時に見やすいフリップ式のスクリーンとかアクション5 Pro にはない便利な機能が満載です。なのでバイクだけでなくイベントや風景、自撮りなどいろんなシーンで動画を撮りたいって人にはインスタ360 Ace Pro 2が便利でいいですね。DJI Osmo Action 5 Pro は DJI Mic 2や DJI Mic Mini をセットで使うならサウンドもクリアに撮れて元ブログでの利用に最適なカメラと言えそうです。
はい、ということで今回はバイクでの利用に最適なアクションカメラインサ 360 エースプロ2と DJI オズマアクション5 Pro の比較検証でした。皆さんのアクションカメラ選びの参考になると嬉しいです。よければぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。それではまたご安全に。